ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はハイビスカスの描き方について私なりに説明したいと思います。正面から見た花は丸を基本に考えます。そして中心から5等分して花びらを描いていきます。花には右巻きと左巻きがあるようなので、どちらかに合わせて描いていくと良いと思います。今回は中心から見て右側の花びらが上に来るように描いていきました。花の中央から円周に向かって影を入れます。めしべの先は5つに分かれているので、小さい丸を5個描いておきました。花びらの透けるような筋を描いて出来上がりです。斜め上から見た花は楕円形を基本に考えます。中心となる点は真ん中よりも下の方に置きます。そこからだいたい5等分して花びらを描いていきましょう。先ほどと同じように花びらの右側が上になるように描いていきました。花びらの先の方はひらひらとした曲線で描いています。中央から外側に向かって影の線を入れます。花びらに透けるようなラインも描いておきましょう。中央からハイビスカスの花の特徴であるおしべめしべの管を少し反るように伸ばしていきます。先端にめしべの丸を5つ描き、その下に花粉を描いて出来上がりです。もう少し横の方から見た花は楕円形を細長く描きます。中心を中央よりも下の方に取り、同じように描いていきましょう。中心からだいたい5等分にし、そこから外側にひらひらと花びらを描いていきます。中心に影のラインを描き、透けるような花びらのラインも描いておきます。少し反るようにおしべめしべの管を描き、先端にめしべを5つ、下に花粉を描いて出来上がりです。横から見た花は楕円をさらに細くします。花びらの中心となる点を外側に取り、そこに萼を描いていきます。萼から伸びるように花びらを描いていきましょう。ひらひらと揺れるような曲線で花びらを描いていきます。手前の花びらはこちらに翻ったように見えるように描いてみました。同じようにおしべめしべを描き、中央の影を描いて出来上がりです。ハイビスカスの花をもう少しシンプルに描く場合の説明をします。楕円形を描き、中心となる点を中央よりも下の方に取り、5等分するところまでは同じです。先ほどは花びらの重なりを描いていきましたが、シンプルに描く場合は一枚一枚離して描いていきます。花びらのラインも揺らさずに描いていくと良いでしょう。中心から放射状に線を描きます。中心から反るように管を描き、おしべめしべを描いて出来上がりです。ハイビスカスの葉は周りを少しギザギザさせて描くと良いと思います。では実際に絵の具で描いていきましょう。葉の色はダークフォリッジグリーンという深緑とサンブライトイエローという明るい黄色を使っています。平筆の18番を使いダブルローディングで描いていきました。絵の具は緑を多く、黄色の幅は狭く筆に取ります。よくなじませてから描いていきましょう。
葉の外側のラインに合わせながら筆を左右に揺らしながら描いていきます。その都度絵の具をつけ直しなじませてから描いていくと綺麗な色が出ると思います。先ほどと同じように葉の輪郭の線に沿わせながら筆を揺らして描いていきます。葉の中央が空いてしまった場合は緑の絵の具のついている方で塗りつぶしておきます。筆の黄色のついている方のコーナーで葉脈を描いて出来上がりです。この葉脈のラインはライナー筆で描いても良いと思います。何枚か同じように描いていきましょう。ハイビスカスの花を3つの方法で描いていきたいと思います。花に使う色はデルタのルースターレッド、ブラックチェリー、フェニックスのチタニウムホワイトです。まずベタ塗りで花を描いていきます。ベタ塗りをする時も花びらのラインに合わせ一枚一枚塗っていくと綺麗に仕上がるように思います。絵の具や素材によって違ってくると思いますが、仕上がり具合を見て上から 2,3 度重ね塗りをすると良いと思います。ブラックチェリーという暗めの赤をサイドローディングし、花に影を入れていきます。筆を立て花びらにラインを描くように筆を動かしていきましょう。ハイビスカスの花によっては中央部の色が違う場合がありますが、この方法で中央部の色を塗ると自然な花びらの色になると思います。花びらの縦のラインをチタニウムホワイトで描いていきます。フィルバート筆の水分をよく取り、絵の具を筆先に少しつけ、細かい筋がいくつも出るように絵の具を落としていきます。黒い紙の上などに試し書きをしてから実際に花に描いていくと良いと思います。花びらの外側から内側に向かってさっさっさと筆を動かしましょう。同じ長さのラインにならないようにストロークに変化をつけると良いと思います。花びらの曲線に合わせてストロークしていきましょう。おしべめしべの管にはストローという黄色を使いました。中心から少し反らすようにすっと伸ばしていきましょう。先端の方が少し細くなっていると良いと思います。そこにめしべの点を5つ置きます。おしべは丸筆の先を少し広げ、そこに絵の具をつけ描いていきます。他の紙で試してから描いていくと良いでしょう。おしべはめしべの下にあるので、そこに色を落としていきます。ゴールデンブラウン、サンブライトイエロー、チタニウムホワイトの順で色をつけていきました。次にダブルローディングを使ってハイビスカスを描いていきたいと思います。ルースターレッドとチタニウムホワイトをよく筆になじませます。色の割合としては赤い部分が多くなります。
花びらの輪郭に合わせて筆を動かしていきましょう。筆を左右に揺らしながら描いていきます。揺らした跡がちょうど花びらのラインのようになると思います。紙の方を動かしながら描くと花の輪郭に沿わせやすいかもしれません。白く残った部分はルースターレッドがついている筆のコーナーで埋めていきます。次に描く花びらは花びらの重なりが上になっている方を描くと描きやすいと思います。左右に揺らしながら花びらを描き、最後は先ほど描いた花びらの上になるようにストロークしていきましょう。描き終わった花びらが少し気になる場合はもう一度その上からストロークし直すこともできます。仕上げとして花びらの重なりを確認し、もう一度ストロークしても良いと思います。今回は中心の部分にまずサイドロードで影を入れてみました。それから先ほどと同じようにサイドロードの筆を立て花びらのラインを描いていきました。めしべおしべの描き方は先ほどと同じです。反らすように中央の管を描き、めしべおしべを描いていきましょう。花びらの縦の透けるようなラインも先ほどと同じようにフィルバート筆で描いていきました。最後にフィルバート筆で描く方法を紹介します。まず筆全体に赤い絵の具をつけ、筆先に白い絵の具を少し取ります。その筆で花びらのラインに沿って外側から中央に向かってストロークしていきましょう。白い筋が少し出ると良いと思います。うまく白い筋が出ない場合はもう一度白をつけ直してからストロークすると良いと思います。一枚一枚花びらを仕上げていきましょう。筆の流れが大事なので必ず中央に向かってストロークしていきます。白い筋はフィルバート筆で後から描くので、この時点であまり出ていなくても大丈夫です。中央の影は丸筆を使って描きます。水分をよく取り、筆先を広げ、毛先に絵の具をつけます。中央から外側に向かってさっさっさと払うように描いていきましょう。ストロークの長さは揃えず、短いものがあったり長いものがあったりすると良いと思います。少しカサカサとしたドライな線で仕上げてみました。おしべめしべの描き方は今までと同じです。仕上げにフィルバート筆で白い筋を描いて出来上がりです。花びらの脈のラインに沿って描いていくと自然な感じになると思います。
回私はおしべめしべを先に描いてしまいましたが、花びらを先に仕上げた方が描きやすいと思います。3種類のハイビスカスの花の描き方を紹介しました。好きな描き方で楽しんでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。またリクエストや感想などございましたらコメント欄で伝えていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。